ちづるです。ということで、今回は皆さんからね、結構というか、ちょこちょこリクエストがあったマインド系のね、お話をしたくて、今回は座って喋る動画っていう感じにはなるんですけど、自信のつけ方、自信がないっていう人が多くて、で、私自身も、じゃあ100% 自信に満ち溢れてるかってそういうわけではないんだけど、他人から学んだ知識だったり、自分自身こうなったらちょっとは自信がついたかなっていうね、自分の経験も踏まえて今回はね動画にしていこうかなと思います。一つ目はね、とてもベーシックにはなるんだけど、周りと比べないっていうことですね。周りと比べたところで大体比べるってことはもうマイナスに捉えちゃう。例えば、この人は私より鼻筋が通ってる、この人は私より鼻が高い、二重顎になるのが嫌だ、この人は二重顎に全くならない、羨ましいとか、比べるっていうことがあまり良くない。その人その人できっと悩んでいることあるし、自分が比べる相手でもね。だから比べたところでもうこうなのよ。こうやって、追いつきたいっていう思いがもしあればね、その人に。その人も追いつきたいものが多分あるから、こうなっていくのよ。もしくはもう気にしてないっていう場合が多いから、比べるっていうのをやめるようにはしました。地球上には自分一人しかいないわけなんだから、その人に追いつくっていうことはもう完全じゃないけど、大体は不可能っていう感じだから、そこは比べなくていいのかなと思います。比べて自分を下げるようなことはしないでほしいって思います。ウォニョンちゃんの I am me, you are you。もう本当にその通りだなと思う。私は私、あなたはあなた。だからどんな意見言ってこようが私ね。あなたの意見でしょ。私の思いじゃない。もうそのようなスタンスで皆さんも言ってほしいなと思います。2個目。気にしないもう一面の自分を作る。で、これは最近ですね、働いてるアルバイト先の上司じゃないけど、の方から教えていただいた言葉なんですけど、自分もね、気にしいっていう部分があって、めちゃくちゃ変なんだけど、私ね、集団にいるのが苦手で、集団の後、無音が苦手なのね。全校集会とか、そういうテスト中とかで、結構パニックになることが多くて、っていうのもなんか前はお腹がグーってなるの普通なんだけど気にしがちでいて、でそんなにお腹の音は気にならなくなった代わりに、密閉した空間に人が無音でいるっていうのは本当に無理で、だから電車待ちの時とかに電車の中にいるけどで人いっぱいいて、周りは電車通ってないから割と静か、田舎の場所とかにいるとさ割と静かだったりするじゃん。でそれで私もうパニック状態になっちゃって、なんかもうってなって一回電車出なきゃいけなくなったってことがあるくらい、なんかちょっと変というか自分的によくわかんない癖があって、それでそれを相談したんですね、個人的に。そしたら、どうしても気になるんだったら気にならないもう一面の自分を作ってみるといいよって言っていて、本当にその通りというか、もうそのまま気にしない自分を作る。だからもしなんかパニック状態になったとしよう。でも周り気にしてないし、私も気にならない。もう頑張って気にしないようにして、そうすると周りも気にしてない。もうとても気にしてないっていうことに気づくから、あ、周り気にしてないんだなっていうのを自覚して、トータル自分も気にならなくなるっていうループというか、原理を作ってみるといいかもしれないって言ってました。だからこれは練習あるのみだとは思うんですね。私としては気にしないのが一番いいんですけど、もう気にしてしまうもんだから、それはもう割り切るしかないかなっていう感じ。お腹鳴るしね。超個人的な話なんだけど、そういう部分で私は気にしいなのね。見た目とかは全然気にならなくなったから成長したなとは思うんだけど、そういう謎のなんか引きずる癖があって、過去のね、恥ずかしかったことがあったから、それを引きずる癖があって、そう、実際に起きたのは1回なんだよ。なのに何十年も引きずってるっていうのが自分でもなんか驚きではあるかな。Fake it till you make it。気にしてないっていう自分を作って、周りも気にしてないっていうことを実感して、で、あれ今日いけたなっていう日を増やしていくっていうのがおすすめです。それこそ自分を褒めてほしいので、そういう気にしなくなったっていうことだったら、ぜひジャーナリングに書くといいと思います。今日良かったこと、今日嬉しかったことに記入すると、とても心の面のね、成長を感じることができると
思います。3つ目はさっきに続くんですけど、自分を知るためにもジャーナリングをする。ジャーナリングについてはこちらのね動画でね説明していると思うんですけど、ジャーナリングはステータスとか、例えばこういう仕事に就いたとか、そういうのじゃなくて、こういう仕事につけたとする、そのつけたまでの段階を知ることができて、何をやったかっていうのが分かるのがジャーナリングなんですね。だから目標だったり何かあったら書くべきだし、私としては見た目による変化とかはすぐに目に見えるから成長を実感していて、それこそダイエットとか一日一日言いづらダイエットに関しても、ビフォーアフターを見ると目に見える変化だったりするので、成長を感じることはできるんですけど、中身の成長って意外と分かんないんですね。書かないと。自分がどういうふうに思ってるのかって書かないと分かんなかったりするから、心の成長が知りたいとかもしあればジャーナリングをおすすめします。心の成長だったり、自分がどうやって、例えば目標があったとして、その目標にどうやってたどり着いたか、どういう意思というか、どういう気持ちでやったからここまで来れたんだとか、そういうことを知ることができれば、もし何かまた困難があったり、何か困ったことがあったり、自分が折れそうになった時に、そのジャーナリングが助けになってくれると思うんですね。ぜひ自分の心の成長をね感じるためにも、ジャーナリングをしてください。周りを比べるっていうよりかは、自分を比べる、自分の過去の自分と比較して成長しているかを知るっていうことが大事なんじゃないかなって私はね思います。4番、周りの環境が自分に適しているかを考えてください。これは家族であっても友人であってもそうです。扱いが雑とか、自分が羽を伸ばして成長したいっていう意思を否定する親だったりいると思うんですね。そういう環境にもしいるんであれば、できるだけ早くそこを旅立つことをお勧めします。縁を切るっていう必要は全くないんですけど、自分が生きにくいっていう場所にいるんであれば、できるだけどうにか考えて生き抜く方法をね考えるべきだと思います。本当に言えることは、親が例えばやりたいことをやらせてくれないだったり、とても現実志向な親とか、いいんですけど、もし自分がそういう思考でなければ従う必要もないと思うんですね。自分の親ですら今日今日学んでることもあると思うの。親が言ったからといって全てが正しいルールとか全てが正しい道のりになってるっていうわけではない。自分がもし親の意見で親がやってほしい仕事があったからそれに携わったとしよう。その仕事をしたとしよう。でもその仕事が何らかの影響で倒産したりしたら誰が責任取るのって言ったら自分になるわけ。結局自分になるのね。倒産したらというか、一つの例えとして。た時に親は多分助けてくれないと思うのよ。あんたが選んだんでしょ、あんたが入りたかったんでしょってなっちゃうの。だからそういう面においてちゃんと自分の意思をね大事に持ってほしいの。どこにいてもいつどこでもリスクっていうのはねあるから、どの道選んでも一緒なんだかもしんないけど、自分がやりがいを感じなければ人生とても損してると思うから、そこはね考えてほしいかなって思う。応援してくれる家族を本当にありがたいと思うことも大事だし、自分がやりたいことに対して否定する人とかがもしいるんであれば離れてください。自分のためです。5番、お金が発生してなくても続けたい趣味などを探す、続ける。私の場合は YouTube。みんなだったら動画編集でもいいし、ペイント、絵描くとか、本当にそういうことでいいんだけど、お金が発生したらやりがいを感じるとかは別だと思うね。最近お母さんとネットフリの題名がちょっと合ってるか分かんない、2125か2521、ナヒドさんとかコユリムちゃんとかのドラマあるでしょ。あれを見たね、フェンシングの。でもう一回見た時にお父さんが言ってた、続けたいか迷った時はそのことが好きなのか、それとも称賛されてるから好きなのか、これを考えてほしいって言ってて、で私の YouTube も今もう本当にまずチャンネル開設したのはありがたいなって過去の自分に思ってるし、でもなかなかこう周りが見る感じからするとやっぱ伸びがないっていうの、別に私は気にしてはないんだけど、なんかこう言われちゃうと自分も気にする部分もあったりして、で
そうなった時に、今だから階段でいう、停滞期みたいなところ、なんだろうな、スランプじゃないけど、動画載せてるだけ偉いなと思うし、私的にはね。で、そういう状況の時に、やめてもいいかなって思ったことはないのね。っていうのもやっぱり好きだからだと思うの。でもこれがもしアンチコメントが来だしたりとかしたら、またちょっと心の持ちようはどうなってるかわかんないけど、少なからず今私お金を何も0円もらってないんだけど、メイク動画撮るのも好きだし、こう自分の意見を発信した時に違う動画だけどコメント来た時があって、そのコメントも忘れられなかったりするし、動画を通して誰かの心に私のこの意見が刺さればいいなと思ったり、私のメイク動画が誰かの参考になればいいなと思ったり、いろんな面でね、助けたいなとは思ってるんだけど、どうしてもやっぱ金銭的に現実を見た時にお金のかからない YouTube だったら何か残せるんじゃないかなと思ってやってるっていうのはあるんだけど、お金がもらえなくてもう絶対続けられるっていうような趣味を探してみるといいんじゃないかなと思います。賞金が発生しないみたいな感じ、人生を楽しんでるっていう感じはすると思うから、楽しむっていうのはね、大事だと思うんだよね。6つ目、本やポッドキャストだったり YouTube だったりですね、いろんな面から自信をつける情報を探す。私が今発信しているのも一つのツールにはなるんですけど、本だったりポッドキャストだったりいっぱいあるので、ラジオだったりそういうのから情報を得る。心に刺さったな、印象に残ってるな。私で言う2番、上司というかから教えていただいた言葉なんですけど、そういうのが意外と自信につながったりするのよ。ただ単に話を聞いてもらえてるだけでもちょっと気が晴れるっていう時もあるから、ラジオを聞くとかだと話を聞いてもらえるわけではないんだけど、逆に仕入れて、その仕入れた情報が意外と勉強になったりするので、勉強になったなっていう思考が一つの自信につながったりすると思うので、そっかみたいな、マイナスに思うよりかは、自分のここが好きじゃない、自分の〇〇が好きじゃないと思うよりかは、自分の〇〇好きじゃないけど、こうやったら改善されるのかもとか、こう考えればいいのか、ちょっとやってみようとか、そしたらちょっとプラスの考えにもなるし、とてもいいんじゃないかなと思います。7個目、現状を知ることと現状を悪く言うことを間違えないでほしいです。だから私も現実主義者ではないけど、ちゃんとやっぱり将来のために貯金したいとか、そういう思考はあるのね。でも若いし、大雑把に人生暮らしたいなっていう考えもあったりするんだけど、でもそれもそれでいいのね。大雑把に何も考えずに生きる、それも素晴らしいし、ちゃんと分析して将来はこうなっていたいなとか、こまごましてるけど、気にしの人ありがちだけど、ちょっと考えすぎちゃうぐらいの現実思考がある自分と、でもう一つが現実思考はあるけど悪く言う人っているじゃん。だから私は現実思考日本語むず現実的に考えるよ。現実的に考えますけど、才能がないから〇〇しないとかではないの。わかる？才能があろうがなかろうがやりたいことはやるし、でもやりつつ、それでも暮らすのが大変だったら違うルートを考えようみたいな感じなんだけど、この人、現状を悪く言う人って私と多分同じ立ち位置に立っても、やりたいことはもうすらやんなくていいとか、やりたいことを例えばじゃあそれで暮らしていけないとするでしょ。やりたいことで暮らしていけない。だから私はもう諦めルートで行くしかない。人生最悪ルート。人生もうオワコンルートみたいな、わかる？そういう感じで考えちゃう人がいると思うんですね。でもそう考える必要はないと思うよっていうのを伝えたい。私もやりたいことを仕事にできるかはまだわからないし、正直したい気持ちいっぱいなんだけど、やっぱそこは家族とか、親に言われる、たまに言われる。やりたいことはやってもいいけど、現実的にって始まると、いやもう分かってるよってなるのね。それはみんなそうなんだけど、それを悪く自分を引き下げないでほしいのね。やりたいこともやっていいし、引き下げないでほしい。現状を知ることはいいことなんだけど、現状を知ってそれを根拠に自分を引き下げるっていうのをやめてほしいなって思ったかな。私は現実的に今ここのステータスだから何もできない。ノー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 、そのステータスでも一緒。どれだけ成功した人だって最初は多分みんな同じスタートラインよ。
もし何かやりたいとしても同じスタートラインだし、今何億稼いでるっていう人でも同じ学生生活を送ってたかもしれないって考えたらさ、自分はそう考える必要もないんじゃないかなって思えると思うのね。4つ目は健康的に見えるような格好だったり見た目を心がける。私も今メイクしてるけど、なんか久しぶりにメイクしたら気分は上がったなって思うし、大したことじゃないかもしれないけど、ジムに行って汗を流すとか、サウナに行くとか、痩せたいからとかダイエットのためっていうよりかは、自分の健康のために気を使うと充実度が上がって必然的に自信にもつながると思います。9番はさっきに続いてですけど、早く寝て早く起きるとか、そういう生活習慣をちょっとね変えてみる。早く起きてみたり、早く起きてみると意外と時間あるんだな私ってね気づけたりするので、なんか早寝早起きしてで何か生活に1個プラスアルファをもたらすとね、いい効果が生まれるんじゃないかなと思います。10個目、これは私に当てはまるんですけど、人生どん底って思ったことがあったの。でもその時よりどん底なのが今なのね、正直。その内容はもちろん伝えることはできないんだけど、結構自分的にはメンタルに来るものがあって、でそこでね一回やけ食いじゃないけど、もうどん底だからと思ってお酒買ってきて、タバコは吸わないんだけどお酒買ってきて好きなものブワーって食べてっていう暮らしじゃないけどスタイルをなんか1週間ぐらい続けたことがあって、でもなんか現実的に考えた時にそのお酒の値段って意外とするし、これに私お金使ってたのって気づく時があって、からどんだけ人生がどん底だとしても、やっぱり時と場合にはよるんだけど、その度合いにもよるんだけど、少なからず少しは健康でいたら、そのどん底っていうのはもうちょっとどん底じゃなくなる。ちょっと上にってくるんじゃないかなって思ったの。だからやっぱマインドで結構変わるんだな人ってと思って、今もう大変っちゃ大変だけど、でも YouTube もだから動画休止しようかと思うぐらい、大変なことはあったんだけど、でもやりたいことだしと思って、それでなんか人生左右されるのもなって思ってもう今やってるし、だからみんなも単純に私の人生が〇〇だからって決めつけてお酒一杯飲んだり、お酒を飲む人はね否定してるわけじゃないんだけど、なんかそういう空気感あるじゃん。いっぱいタバコ吸ってはぁみたいな、どうしようっていうのをずっとするっていうよりかは、どうしようって考えてる時間を解決策に変えて何か一個ね解決できればなおさらいいんじゃないかなって私は思ったのよ。そこでそう成功してるかとか、今大物 YouTuber として動画撮ってるかって言ったらそういうわけでもないから説得力はないかもしれないけど、少なからず大変な時期にどうやって乗り越えれたかっていうのはやっぱ自信がやっぱあったりしたのかなって思う。あと人の助けもあるんだけどね。リアルに話すと、そのお酒のお金をコンビニ売ってるプロテインの飲み物とかに変えればって思っちゃったわけよ。自分で変えればどうかなって。だからそんななんか作る必要ないのかなっていう、落ちぶれたというか、意外とそうでもないんじゃんっていう状況にもよるんだけどね。10個目に言いたかったのは、なんかお酒を飲んで不健康な暮らしをして人生どん底、もう終わった、どうしようって思うよりだったら、何か一個ね変えてみると、もしかしたらそれが解決策につながるかもしれない。解決したいって思うんだったら、多分それこそ6個目に言った調べるっていう解決策が出てくると思うし、大変だとは思うんだけど、行動しない限りはずっと現状のままだから、そこはね自信を持って一歩踏み出してほしいかなと思います。自分の自信限らずね、そういう立場に陥った時は何もしないよりかは何か行動した方が早く物事終わるから。ラスト11個目は、どうしても無理であるんだったら自信身につけられないなって思ったら、もう肯定文を言いまくってください。私は最強、私は最強、私は美しい、私はパワフル。私はこれ英語で言うんだけど、英語で言うから日本語で言うとちょっと違和感あるんだけど、私はもう成功してる、私はもう成功する方法しかもう頭にない、私はもう天才だからみたいな、そういう感じで唱えてください。唱えるのが恥ずかしければジャーナリングに
私は最強、私は最強、私は最強って青ペンでなんか書いてください。暗記じゃないんですけど。暗記ではないんだけど、書いてみてください。マインドがそっちにシフトしてます。考え方はね、正直お金かからないんですよ。だから、困難はあると思うし、いっぱい。成功してなくても、どんなステータスでも、今自分が。考え方っていうのはお金がかからないから、どうやって持っててもいいと思うんですね。なので、私的には、お金がかからないんだったら、できるだけプラスの方に考えた方がいいんじゃないかなって、私は思います。案外周りはそこまで自分が思うほど気にしてないっていうのが現状かなって思う。みんなはね、多分自分に必死だと思う。多分みんながこう思ってるから、自分はどうしよう、自分はこうだろうって思ってるから、案外、周りは気にしてない。大丈夫、大丈夫だと思います。本当に。人生はいろいろありますけど、少なからずね、マイナスに生きるよりだったらプラスにね、考えて生きていく方が、どっかでは楽だと思うので、お互い頑張りましょう。結構長く話したんですけど、こんな感じで、ポッドキャストもね、いずれは出したいなと思ってるので、もしね、ポッドキャスト開設したら、そちらからもね、聞いてくれると嬉しいなと思います。そこでは、主にメンタルの話だったり、いろんなね、私が頭の中にね、思ってることをね、みんなに共有できればいいのかなと思っております。はい。ということで、最後まで見てくれて、本当に本当にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイ。ジャズルでした。バイバーイ。ラビアン。